ネパールの面積は北海道の約 1.8 倍、こじんまりとした国にもかかわらず、ヒマラヤ、山岳地帯、タライ平野とバラエティに富む地形です。せっかくネパールに行くのなら、いろいろな地方を旅してみたいと思うもの。ところで皆さんはネパールの国内交通事情について詳しくご存知でしょうか？今回はこれについて詳しく深掘っていきたいと思います。Namaste everybody, Guyさん is here ということで、今回の動画ではネパールの国内交通事情についてお話ししていきたいと思います。首都カトマンズ内の交通だけでなく、地方の交通や交通機関利用のコツまで何回かに分けてお話ししますので、旅行者の方必見です。お見逃しなく。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援してください。このコメントがね、めちゃめちゃ僕にとって励みになるんです。お願いいたします。またガイさん公式 LINE の方も作りました。こちらでは何でもネパールのことについて聞き放題ですので、テキストを送ってください。それでは早速内容に入っていきましょう。ネパールの空港を出てまず驚くのはタクシーの客引きの多さでしょう。以前に比べ空港が整備され、その数が減ったようにも感じますが、それでもやはり空港から出てくるお客さんを捕まえようとタクシーの運転手さんがたくさん待ち構えていることには変わりありません。空港の建物内でプリペイドタクシーを頼むことも可能です。カウンターで料金を支払い、レシートを受け取ればタクシーと個別に交渉する必要はなく、定額で目的地に到着することができます。しかし、もっと安く行きたい人というのはタクシーと個人交渉をするか、配車アプリを使うこともできます。スマホのアプリパタオはカトマンズでとても有名なアプリです。他にインドライブなども使われています。ただし配車アプリは場所確認のために電話がかかってくることがあり、全くのネパール初心者ですと電話番号を持っていないとか、ネパール語がわからない、英語ができないということもありますので、このパタオのアプリで値段を確認した上で、それを目の前にいる実際のドライバーさんたちに見せて価格交渉する方がハードルが低いかもしれません。またカトマンズ市内の交通はタクシーを捕まえる他にパタオなどの配車アプリを使ってバイクタクシーを利用することもできます。バスパークなどの近くではパタオのバイクドライバーが待ち構えていることが多くあります。渋滞が多いカトマンズ市内はパタオのバイクもとっても便利なんですね。アプリを使わない場合には行き先を告げ、値段交渉をしてから乗り込みましょう。タクシーの走っていない狭い路地などは人力のリキシャを使うこともあります。本当リキシャもタクシー同様交渉制ですので、値段しっかり考えて相談してみてください。それ以外にもバス、マイクロ、テンプなども利用できますが、路線を把握するのが初心者にはとても至難の技かと思います。フロントガラスに行き先を書いて掲げてありますが、完全にネパール語です。もちろんガイさん、私も読めません。カラシと呼ばれるスタッフが1名乗っていて、窓やドアから身を乗り出して行き先を繰り返し叫んでいます。このバスかなと思ったら手を挙げて合図をしながら、どこどこと自分の行きたい場所を叫んでみましょう。その場所を通るバスであれば止まってくれます。バスやマイクロを使いこなせれば格安でカトマンズ内の移動ができます。リングロード内であれば大抵は20ルピー以内くらい。ちょっと乗るとすぐに300ルピーを軽く超えてしまうタクシーよりずーっと安いです。泊まれる場所であればバス停でなくても止まってくれます。目的地付近で乗り降りできるのも便利ですよね。主なバス停ではそのカラシと呼ばれるこのバスを仕切っている人がです。どこどこだよと、降りる人いますかって聞いてくるので、チャーチャーと皆さん叫んでください。チャーチャーはですね、あるとかいるって意味なので、私ですって降りますとか乗りますって感じですので、よろしくお願いします。また同じ行き先であればマイクロよりもバスをおすすめします。マイクロの方が早く到着できるかもしれませんが、マイクロはとにかくたくさん人を詰め込むので、ぎゅうぎゅう詰めの車内でギブアップしかける危険性があるからです。天風というオート三輪もあります。どちらかというと短距離移動におすすめですが、マイクロと同じような使い方もします。多少の差はありますが、大抵は後ろが10から12名乗り、前のドライバーの横にも2人くらい乗れます。はみ出して乗ることは禁止されていますが、混雑時には車内の狭い通路にしゃがみ込んだり、中腰で立ったり、頭だけ車内に突っ込んで体は外のステップの上というようにぎゅうぎゅうになることがあります。値段や利用方法はマイクロと天風ほとんど変わりありません。そしてカトマンズ市内交通をマスターしたらですね、次はやはり
地方にも行ってみたいものですよね。カトマンズとは全く違う大自然や素朴な人々との触れ合い、どれだけ掘ってもまだまだ深掘りしたくなるたくさんのネパールの魅力に出会えます。ツーリストバスでポカラやチトワンといった観光地に行くのもいいのですが、やはりディープなネパールを知るには経験していただきたいのが、普段ネパール人が地方とカトマンズの往来に使う長距離バスです。長距離の移動は大型バスが多く、中距離の移動にはジープやマイクロを使うこともあります。大型バスでは通れない道もジープであれば通れるので、道路の整備がまだまだ進んでいないネパールでは重宝します。またマイクロの特徴は何といってもとにかく速いことです。曲がりくねった狭い道の多いネパール、大型のバスはどうしてもスピードが出しにくいのですが、その点小型のマイクロは曲がりくねった道もスピードを保ったまま走り抜けられますし、下手をしたら渋滞中も合間を縫うようにして追い越しができます。ちなみにマイクロバスでよく使われているのはトヨタのハイエースです。ハイスと呼ばれ、ネパール人に親しまれています。ちょっとなんだか日本のもので嬉しいですよね。また大型バスで利用者が多いのはナイトバスになります。夜寝ている間に目的地に到着できるのは魅力ですよね。とはいえ日本のナイトバスとはですね、大きな違いもありますのでご紹介していきましょう。ナイトバスの多くはニューバスパークから出発します。チケットを購入するカウンターもここにあります。前日か当日チケットを購入し、集合時刻にバスパークに行くとずらっと並ぶバスの多さに驚くはずです。チケットにはバスのナンバープレートの番号が記されています。フロントガラスに掲げられた行き先とバス会社、そしてナンバープレートを確認しながら自分の乗るバスを探していきます。とは言っても至難の技です。これはバスパークは何十台ものバスでぎっしり、出発を控えたバスが待機する裏の駐車場まで入れたら一体何台あるのか分かりません。何百人もの乗客が自分の乗るバスを探して右往左往しています。ということでカウンターの人に助けてもらって自分の乗るバスを見つける方が確実に効率的です。大忙し大混雑のバスパークですが、基本とっても親切なネパール人、乗るべきバスまで親切に連れて行ってくれるはずです。だいたい集合時刻は出発時刻の15分前とはいえ、出発時刻になっても全然出発しません。30分ほど待たされるのは通常運転。やっと出発したと思ってもバスパーク内で渋滞にはまり、バスパークから外に出られないなんてこともあります。ようやくバスパークを出発したらリングロード沿いにお客さんを乗せながら進み、カランキというところからリングロードの外に出ていきます。予定の場所にお客さんがいないと待たなくてはいけなかったり、警察のチェックに止められたり、渋滞にはまったり、まずはカトマンズを脱出するのに一苦労なんです。どこに向かうかによっても変わりますが、夕食休憩は大抵22時から24時までの間くらいです。この時間にがっつりダルバートを食べられるネパール人、さすがですよね。がっつり食べない人のためにチャウチャウというネパールのインスタントラーメンを作ってくれるお店がレストランの横にあることが多いです。スナック菓子や炭酸飲料なども買うことができます。基本的にこういうところは少しお高めなので、バスに乗る前に食べ物を持ち込むのがおすすめです。レストランを利用しなくてもトイレは貸してもらえるので、夕食休憩の時にトイレも済ませておきましょう。レストランを突っ切って奥にトイレがあることが多いです。ネパールはトイレは1個の個室に1列という風に並ぶので、日本式でトイレ全体の手前で待っていたらいつまで経っても順番は回ってきません。トイレのドアの前でしっかり陣取っておくのがポイントですので、皆さん気をつけてください。あとですね、ティッシュないことありますので持っておいてください。夕食まではバスの車内で映画やダンスのビデオが大音量で流されていることも多いですが、さすがに夕食を過ぎるとみんな寝るモードに入ります。途中何度かトイレ休憩を挟みながら夜中もバスは走り続けます。トイレ休憩はトイレのない場所であることも多いので要注意です。なんでやねんっていうね。これ道端だったり木々や草の陰で済ませるわけなんですが、ちょっと日本人にはハードルが高いですよね。公衆トイレに泊まった場合は5ルピーくらいの管料を請求されることがあります。ちなみに小であれば5ルピー、大であれば10ルピーと書いてあったりします。面白いっすよね。早朝4時から6時くらいの間にチア休憩、チアお茶ですね、休憩に泊まることも多いです。道端の小さなチア屋さんでネパール人に混じってチアを飲む体験も素敵かもしれません。目的地が近くなると主要なバス停でどこどこーっと街の名前を叫んでくれるので、降りるようでしたらチャーの意味覚えてますでしょうか？います、あるでしたね。私ですっていうのを叫んでください。主要なバス停でなくても止まってくれますので、目的地付近で止めてもらうこともできます。不安だったらどこどこで降ろしてねとスタッフに伝えておきましょう。降りる時にはディッキと呼ばれるバスの後部の荷物置き場に入れた荷物がある場合、受け取るのを忘れないようにしてくださいね。
メロサマンチャー。メロ、私の、サマン、荷物、茶あります。ということで、荷物あるんで、とスタッフに主張することで、自分のものをしっかりと受け取ることができます。大きなスーツケースなどの場合は、スタッフに謝礼を要求されることもあります。高くても500ルピー程度かとは思いますので、これも交渉次第です。ナイトバスは2000円以内くらいでネパール中行けて、とても安く便利ですが、交通事故もよく聞きますし、盗難などの軽犯罪にも巻き込まれることもありますので、注意は怠らないようにしてくださいね。はい、いかがだったでしょうか。今回はネパールの国内移動の手段をご紹介してきました。カトマンズ市内ではタクシーやパタオのバイク、バス、マイクロ、テンプーなどが主な交通手段です。地方行きにはツーリストバスのほか、ジープやマイクロ、ナイトバスなどが利用できます。ただし、旅行者にはちょっとハードルが高い交通手段もあります。とはいえ、もし機会があったらぜひいろいろな交通手段を楽しんでみてくださいね。また別の機会にネパールでよくある交通事故や気をつけ方、国内線の飛行機、もっとローカルの乗り物たちなどについてもご紹介できたらと思っています。ぜひ楽しみにしていてください。そしてこんな動画を見てですね、皆さんにネパールに行っていただきたいですので、もし行った方、コメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからも皆さんの知らないネパール情報をどんどんと発信していきます。チャンネル登録とグッドボタンで応援してください。また再度になりますが、公式 LINE の方を作ってあります。何でも聞く放題ですので、いつでもテキスト送ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also. Bye.